こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、創造主の意識ですね。私がどうやって創造主の意識にたどり着いたかっていうお話をしたいと思っています。で、先日の、救世主は来ないっていうね、動画もすごい反響があってありがとうございました。ちょっとね、耳が痛い方も多いと思うし、救世主みたいな存在が来たらすごい楽なのにって思うかもしれないですけれども、私たちそのものがやっぱり救世主であり創造主でありますから、やっぱそれがもう本当に真理として、一つの意識から生まれていますから、今世の中でやっぱりなんだろうね、自分自身が創造主であったっていうことに気がつきたらいいんですよね。ね、それを気がついてやっぱり今世終わるのと、誰かがすごそうな人にね意識を向けて自分はできないっていうところで終わるのと全然全く違う人生を歩むんだと思うので、ちょっと厳しいかもしれないんですけれども、自分で自分のことをねやっていくっていうことを皆さん同士ですからお伝えしました。で、今日は創造主の意識、どうやって私がね創造主の意識にたどり着いたかっていうお話をしたいと思っています。なぜなら、皆さんがやっぱり創造主なんですよね。私は自分自身が創造主なんだなっていうことを、身をもって体験するやっぱり体験が結構ありまして、でそこで本当に自分がクリエイターだなっていう今意識であります。で、誰もが本当に創造主であって自分の人生って自分でクリエイトできるんですよ。でもそこに対してやっぱり忘れてるから、ここに対しての、どういうふうに私が、覚醒してきたか、どういうふうに気がついていたか、創造主って自分自身だっていうことをどういうふうに分かってきたかっていうのをお話ししたいと思っています。で、まずね、22、3歳ぐらいの時に、インドの哲学書のバガバットギターっていうのを読みました。で、その本を読んでくださいって言ってるんじゃなくて結構難解なんですけれども、なんかその時にすごい哲学に興味があって、いろんな本を読んでたんですね。で、その時に、その本の中にこの世が、アルジュナとクリシュナが創造主で、アルジュナが私たちみたいな感じですね。で、アルジュナがクリシュナに、あなたこのねこの世で体験していることっていうのは、あなたの、創造主の遊びなんでしょうかみたいなことを言ってたんですね。あなたがただ遊びたくて私たちは存在しているのかみたいな感じで言ってたんですよ。で、アルジュナが要は私たちがあなたと私は何も変わりがなくて、本当にその通りで遊びなんだよっていうようなことを言っていて、だからこの世が幻想であってマーヤである、この世は幻想で創造主の遊びであるっていうことなんですね。で、この創造主、一つの意識ですね。それは私たち一人一人の中に入っている。私もじゃあ創造主だから、この創造主の遊びの一つが私なんだとか、あの人なんだ、これなんだっていうことがそこで分かったっていう感じです。で、その後に少し経ってから私はその全身麻酔をちょっとする手術をしたので、する機会があって、全身麻酔を吸ったんですよね。そしたらもうヒュッて飛んじゃったんですよ、意識がファッて飛んで。でそこからワンネス体験をしたんですね。ワンネス体験っていうのは要は、今こうやって見えてる世界が全て自分であるっていう体感をしたんですよ。本当に目で見えている世界だから、スマホがここにあるとしたらスマホに意識向けたらスマホが自分である、こっちからこっち見てるような感じになったり、今ここに壁がありますけど、壁の方に意識向けたら壁がもう自分であるって、もう全部が自分なんだっていう一体感の感覚がわーって出てきて飛んじゃったんですよね飛んじゃったっていうか、だから本当にワンネスな、全部つながっていてワンネスなんだって、たまにねそういう体験する方いると思うんだけど、私もそれで体験して、全部がワンネスだったんだなって、やっぱり本当全部つながっているんだなって、だから本当に創造主の遊びっていうのはこの一つの意識が全部つながってるんだけど、つながってないように見えている私たちは錯覚を起こしてるんだなっていうのをそこら辺で分かったって感じです。でその後にすっかりねいろんなことが忘れちゃってっていうか、もう現実が苦しくなっちゃったんですね。でこのワンネスとかさ、なんだろう、この世が幻想であるとか分かっていたのに、なんか現実が全然うまくいかなかったんですよね。じゃあどうしようか、こういうことが分かって、
ね、なんか悟ったような気持ちにちょっとなったんだけど、なってたにもかかわらず全然幸せじゃなかったんですよね。じゃあいろんなことうまくいくのかっつったら、なんか目が死んだようになっていたし、なんかね楽しくなかったんですよ。楽しくないし、それで現実の方を見た時に旦那さんと結婚して、でその後ダダダダダって本当にこうなんかこう精神世界のこの意識の部分とかっていうのがもう全然そっちに向かえないぐらい現実がひどいことになっちゃったって感じですね。でそこでなんかこう一生懸命うまくいかない現実を生きてて神頼みをしたり、一生懸命こうなりたいって願望を投げたりとかしてるのになんでうまくいかないのかなと思ってて、でだけどなんかまあワンネスなわけだし、全てがうまくいく世界って絶対あるはずだよなって、創造主なんだから自由な意識が絶対あるはずだと思って、それは魂の感覚なんですけど、自由で全てがうまくいって自分の思い通りになって、とにかく何の規制もない広い意識ですね。自由で広い意識があるはずだって思ってたのに、全然自分がうまくいかないのは何なんだろうって思ってたんですよ。で現実がどんどんどんダダダってなってきて、そうでそこで潜在意識に出会って、だからもうそのワンネスなんてすっかり忘れちゃって、創造主とかも全然忘れちゃってて、だけどもう現実をうまくすることしか考えてなくて、で一生懸命それをやるために、潜在意識っていうものに出会って、でそこでもう自分の考え方の癖がもうこれでもかっていうぐらい入ってたんですね。私の場合はもう動けなくなるぐらい自分が。もう自分はこうあるべき、こうしなければ、私が頑張んなければとかさ、もうすっごい頭の中の観念ブロックがいっぱい入ってて、でこれがもうすごい自分を、動けなくしていたので、楽になるためにいろいろ書き換えをいっぱいしてきました。で書き換えていくうちにだんだんニュートラルになってきたんですね、自分の意識が。要はこうあるべきって頭でグーってさ押さえちゃってたやつが、これがだんだん外れてきて、なんかニュートラルですね。とにかく楽になってきたって感じです。なんかこだわっていたものとか執着していたものから外れてきて楽になってきました。でここから波動を整えて、自分自身を、満たしたり、自分のやりたいことをやるっていうこともやったり、あとは、そうブロックが外れてきて、あと願望を投げたりしたかな、自分を満たして願望を投げるか、とにかくねニュートラルになってくるといいインスピレーションが降りてきたりするんですよね。でそのあたりでやっぱりねシンクロがいっぱい起きたんですよ。ニュートラルになってきてシンクロがすごいたくさん起きるようになってきました。出会う人であったり、起こる出来事であったり、なんかねすごいうまく回るようになってきて、なんかこれすごい、こんな感じだった、こんな感じだったって、なんかだん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 思い出すようになってきて、そしてそのあたりで宇宙意識ですね、自分が創造主であるとか、あとはスターシッドであるとか、スターシッドっていうのは宇宙人でありますから、自分がこのね今世のちっちゃい自分じゃなくて、やっぱりこう大きい存在であるっていう概念ですね。そのあたりであったり、あとはやっぱりその宇宙意識で自分がやっぱり自由な存在であったっていう、だん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 そういう風にステップを踏んで、本当の意味で自分の現実が、最初にだからこの創造主であるっていう概念とか、自分がやっぱりこの世界を作ってるっていうこととかをだんだん分かってきてたんだけど、その使い方がよく分かんなくて、だけどこの現実を通して本当の意味で自分が創造主であってクリエイターであるっていうのを体感してきたっていう感じですね。だから本当にね、今の境地っていうのは自由なんですよね。自由であって、どうやってここから遊ぼうかなみたいな、どうやってここから自分の現実をクリエイトしていこうかなっていう感じなんですね。なぜなら、だからブロックが外れてくると、このブロック自体でこうやってグッて創造主の自分自身を締めてるんですよね。できないって、いろんなことができる創造主ができないっていう感覚をやっぱり体験したくて、頭の観念でああしなくちゃこうしなくちゃってやってできなくしてるんですよ。わざわざできなくしてるみたいな感じなんですね。だからここを外すとニュートラルになって何でもできる自分になってっちゃうっていうことなんですよ。そうだからこの辺りのステップを踏んでいただければいいと思うし、そうね、だからやっぱ自由な境地って本当にあるんですよね。自由な境地で、こっからがもうどうやって遊ぼうか、創造主がさ、クリエイターが何をして
なんかこの世を作っていったかみたいな好奇心で好きなことして遊べばいいし、自由なんですよ。何やったっていいし、やっちゃいけないことなんてないんですよね。でもああしちゃいけない、こうしちゃいけないとか、こうするべき、ああするべき、いろんなことを、自分に対してこう貸してるからよく分かんなくなってるだけですからね。もうね、自由な境地であるっていうこの境地、誰もがたどり着けますから、そのチャンスがやっぱりさ、救世主が来てしまうことによって、こうやってこのステップ踏んでいけばいいんですよ。だから私は多分皆さんに伝えるっていうこともやりたくて、多分今世こうやってステップを踏んで自分を覚醒してるっていうかね、本来の自分自身をに気がついていったこの過程を踏んでいるので、皆さんにお伝えできるんだと思うんですよ。だから本当にやっぱり本当に創造主なんだなと思うし、自分の世界は自分で作ってるんですよ。で自由なんですよね。こうなんかなんていうの、何にも左右されない、自分自身が何にも左右されない自由な境地っていうのがやっぱりあって、それでいいんだっていうことなんですよ。でいけないって思ってるその観念を外していけばいいと思うから、そうこのねステップを踏んでいただければいいんじゃないかと思うんですよね。自分が創造主であるってこの人生の中でたどり着けるって最高ですからね。今こうやって聞いてるっていうのは本当に皆さんがもうその準備ができていて、その創造主としての自分自身を体現する時が来たんだと思うんですね。だって創造主だから、誰もが自分の世界をクリエイトできるし、自由でありますし、すごい力持ってますし、だけどやっぱすごい人がいるって思っちゃうと、そこに意識を向けて、自分とやっぱり分離した状態だからすごそうに見えて、自分はできてない、いろんなことできてるのにできてないってやっちゃうから遅れちゃうんですよね。自分が創造主である、いろんなことができるっていう自分の潜在能力がやっぱり開花するのに遅れを取りますから、自分のことをやっぱりもうこうやって意識が向くところから自分のことをしっかり見て、自分を解放していったり、そう自分にギフトをあげたりね、自分の楽しいことをやっていく、波動を整えて本当にのほほんと楽しく、こんなもんですからね。こんなもんで、こっからがなんかシンクロとかやっぱ起きてきて楽しくなってきて、でこう宇宙に願望を投げたらもうフィュッて叶ってくる。叶うのがやっぱ当たり前なんですよね。なんかさだけどブロックがある状態ですよね。こうなってる時に願望投げたってまた無理だってやるの自分なんですよ。わかると思うけど、だからもうここをねキュッてやってるやつをパッて外していく、ニュートラルにしていくのが自分だから、自分でやるしかないってことなんですね。そうそうそうね。本当にね、皆さんこのね、この境地っていうか、私もだから自分がすっごい楽しみで、これから今もこれからも進化していってるから、その自分がすごい楽しみで、こんなに自分が面白いんだなって思うんですよね。自分の旅が面白い、自分の探求の旅が面白いってことなんですけど、そうだから結構修行的な自分の探求のさ旅が修行癖っぽくなってる方もいると思うから、その修行癖のタイプの方はもうそろそろもうそこの修行は終わりにして、自分を満たす楽しいことの方に意識を向けていって、どんどん解放していく。そしていろんな存在、いろんな高次元のね、ハイヤーセルフとか高次元の存在につながりながら、この多次元のね自分自身を楽しみながら、この地球でいろんなことをねわっさわっさと体現してほしいなと思いますので、はい、楽しんでみてください。本当に本当に創造主自分だったんですよね。あなたなんですよ。創造主探している存在って自分のことを探してたっていうことだから、うん、すごそうな人に意識が向くパターンとか、自分ができないって自虐的になってる方はもうそのパターンから外れていきましょう。準備ができてるからね、この動画見てくださってるんだと思いますし、私も本当に皆さんが本当同志であって、なんだろうな、やっぱり前世でもこう一緒にこうやってアセンションの時を、体験していたんじゃないかと思いますのでね、自分のペースでやってみてください。特にギフトだな、自分へのこの喜びとかギフト、しっかり自分を満たしてニュートラルのところを
のね、いつも安心とかリラックスのニュートラルでいられるようにして、たまにこうワクワクして願望を投げてみたり、またニュートラルに戻ってまたね波動が落ちる時ありますから、イライラしたり、そしたらまた安心に戻ってきて、いつもこのニュートラルとか安心なとこにいられるようにしていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい。皆さんのね、ほんと創造性を楽しみにしていますので、自分のペースでやってみてください。今日は、私自身がどうやって創造主の意識にたどり着いたかっていう話をしました。ではでは。